こんにちは。ジャパンエクスプローラーズのももちゃんのダディです。今回ご視聴誠にありがとうございます。今回の動画は私たち家族が日本一周の旅に出ることについて詳しくお話しすることと、会社員を辞めずに日本一周半年間旅に出ることについて、今後のチャンネルの運営についての3点を軸にお話ししたいと思います。まず私家族の簡単な家族構成ですが、私35歳会社員の夫と30歳専業主婦の妻、4歳の娘と家族3人で生活をしております。簡単にですけれども、私のことをちょっとお話しさせてください。私は、8年間ほど自営業で仕事をしておりまして、今の会社に入ってからちょうど2年が経ちました。娘が生まれた時は自営業でしたので、結構割と時間の都合なんか自分でつけれたりですとか、娘といる機会がとても多かったです。娘が1歳の頃は、朝起きて、8時頃、9時頃から、娘を自転車の後ろに乗せて近所の公園にたくさん行って遊んでおりました。で、お昼になって帰ってくるような生活ずっとしてまして、それが大体1年間2年間続いたんですけれども、でちょうど2年前に今の会社の社長からうちに来ないかというお話をいただいて、非常に悩んだんですが、とてもいい会社だったのと、今の会社の社長がすごい好きだったので、ずっと自営業でやってましたが、会社員になろうと決意をして今の会社に入りました。で今の会社は、3年がかりのプロジェクトをやっておりまして、今年の夏にその大きなプロジェクトが終わるというタイミングでした。このタイミングで一度会社を、卒業して、会社員ではなく業務委託だったりですとか、そういった違う形で今の会社と関われないかっていう相談を、社長にしたいなと思ってました。でそのきっかけというのが、家族で日本一周してみたいという夢が、昔から後ではあったんですけれども、コロナをきっかけにより一層明確に思ったっていうのがすごい大きかったです。いろんな、そうですね、昔から高橋歩さんとかの本を読んですごいいいなって思ったことがあったりですとか、ホスター・ハンティントンさんの本を読んだりですとか、SNS でバンライフの情報をたくさん見たりとか、そういう海外の、かっこいい生き方をしてる人をずっと見てて、非常に僕もやってみたいなっていう気持ちはあったんですけれども、海外に行けなくなってしまって、とても日本を改めて見直すきっかけができたというか、娘と一緒に行くっていうのも一つ僕の中ではやりたいことでした。娘が小学校行く前にこういう機会を設けるっていうことが、娘の成長にもとてもいいことなんじゃないかなっていう仮説と、あとはその娘と一緒に日本を見ることで、大人というか、僕と妻だけで行ってたら気づかないようなことだったりとか、娘の純粋な目で見た日本だったり、日本の人、なんていうんですかね、3つの目線でいろんなところに行けて、僕にとってもすごい成長につながるんじゃないかと。子供のいいところってすごいいい意味でも悪い意味でも忖度しないというか、正直に物事を言ってくることだと思うんですね。嫌だったら嫌って言うし、つまんなかったらつまんないっていうし、正直ですよね。だからそういった目線というか、そういった人間と一緒に旅に出ることで、本当に感動することに 100% 感動できるし、やりたくないことはやらないというか、単純に僕も成長できるなというか、それはすごい感じてたので、非常に、この幼稚園というか小学校が始まるまでに、家族で旅をするっていうのが、実は必要なことなんじゃないかなと、この先そういう人が増えたら嬉しいなと思います。まだやってないのでこれが良かったかどうかちょっとわからないですけれども、僕は絶対今の時代こういうことをやっていくのが必要だと思いますし、かけがえのない、娘が僕を求めてくれているというか、
必要としてくれてる、パパといたいって言ってくれてる時期にたくさん一緒にいることが財産になると思います。あともうちょっとしたら、今でもすでにそうなんですけれども、あんまりパパといたくないとかって言われる時期が悲しいかな来るはずなんですね。1、2年前なんか本当に仕事に行くだけで泣きわめいて、仕事行っちゃダメとか、パパもっと一緒にいようとか、お仕事行っちゃダメっていうのをずっと言われてね、もう本当に僕が扉を閉めた瞬間ずっと泣いてるみたいな。そんな日々があったんですけど、今はもう全然そんなことないですよね。もう1年経って、ちょうど1年この旅に出ようって決意をした時はずっとそういう時期だったんですけれども、今となっては少しそれも落ち着いちゃって、成長して喜ばしい部分もあるんですけども、少し寂しいなと。そんな気持ちが強かったので、本当に今の会社とか仕事はすごい好きなんですけれども、このタイミング、大きなプロジェクトが終わる今年の夏のタイミングで、一旦会社を辞める気持ちで社長に相談しました。次の大きなプロジェクトが来年の春頃から始まるんですけれども、半年間の間であればうちにいながら旅に出ていいよと、はっきり言って好きにしていいと、半年間っていうことを言われました。っていうことはというか半年間、要は給料をもらいながら、家族と日本一周の旅に出れるという手でいいと言われました。本当に感動して言葉が出ないというか、嬉しくて本当かっこいいなというか、僕が逆の立場だったらそうやって言えるかなっていうのをすごい思って、本当に感謝の気持ちでいっぱいです。なかなか日本で半年間休みをもらえる会社なんてないんじゃないかなと思います。そういった、チャンスというか、もちろん半年間の間成長してほしいっていうことも言われましたし、いろいろ活動の報告はしてほしいとは言いましたけど、その程度で特に何の縛りもなく分かったと、性格は分かってるし、僕の考えてるようなことは分かるんでっていうことは言われまして、僕もサーフィンが大好きですし、今の会社の社長もすごいサーフィンが大好きなんですね。そういったところでもすごい僕のことを理解してくれてる大好きな社長なんですけれども、こういうことを言われると本当にさらに好きになりますし、ずっとついていこうかなっていう決心が逆につきました。はい、そういった経緯で半年間の時間をいただいたので、会社員でありながら日本一周の旅に出れることになりました。会社員を辞めてとかっていうのは結構いろんな方々見てたんで、もちろんそうだなっていう気持ちでいたんですけれども、僕がちゃんとした結果を出せて、自分にも家族にもいい影響を与えられたっていうのがこの動画とかで伝われば、そういう考えをしてくれる人だったり、受け入れてくれる社長だったり会社が出てくるんじゃないかっていうのも期待を込めて、この会社を辞めないで、子供と旅をするっていうのが、少し活動が世の中に伝わればいいなと思っております。でも今後のチャンネルは、そういった、日本一周の情報だったりですとか、あとはあと2ヶ月ちょっとですので、日本一周に向けた準備の、記録だったりとか、準備したものとか、キャンピングカーの改造というか快適化
便利化とかしている僕らが考えたものもあるので、そういったものをお伝えできたらなと。非常に皆様からまだまだ見ていただく方はチャンネルの登録者なんか少ないんですけれども、たくさんコメントいただいて、そのためにすごい感動していたか、なんか嬉しいですね。動画を見ていただいてちょっと思ったこととかもうちょっとこうしてほしいとか、たくさんコメントいただけると嬉しいです。それでは長くなってしまいましたが、私たち家族は、今年の9月末に、日本一周の旅に出たいと思いますので、皆様今後ともよろしくお願いいたします。日本一周も出たよっていう方はぜひいろんなアドバイスいただきたいですし、各地にね住んでいる方は地元のおすすめ情報を本当に教えてほしいですし、僕たちの活動を見守っていただければと思います。最後までご視聴ありがとうございました。頑張っていっていきますのでよろしくお願いいたします。